はい、皆さんこんばんは、本田ハックです。今日は今非常に注目されているこの相場、ドル円相場についてお話ししていきたいと思います。ドル円は今124円の水準にありますが、今後130円、140円と円安が進む説なども出てきています。今回の動画ではドル円のファンダメンタルズをしっかりと整理してどのように行動すべきかをまとめていこうと思います。なお、当チャンネルでは中期間のトレード、数ヶ月ポジションを保有することを前提にお話ししていますので、そのことはあらかじめ理解して聞いてください。まずはドル円の重要なファンダメンタルズ、日本の経常収支についてお話ししていきます。前回3月の8日に日本の経常収支が発表されたのですが、この数字は驚くべきものでした。前回3月8日に発表された1月の日本経常収支は実に1兆1887億円の赤字と過去2番目となる巨額の赤字を計上しました。このことを材料にドル円相場は3月8日の115円から一気に直近125円までわずか1ヶ月足らずで実に10円も円安が進行しました。では、この経常収支が今後どうなっていくのかということは、ドル円に投資する上で理解しなければならない重要な項目です。この経常収支が今年さらに悪化していくのであれば、ドル円は130円、140円と円安が進行していくでしょう。逆に経常収支が改善されるのであれば、円高の材料となります。経常収支は次の4つの項目で構成されています。貿易収支、サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支、この4つの項目から構成されています。この中で変動額の大きい貿易収支と第一次所得収支の2つの流れを見ていけば、経常収支の今後は予測可能です。まず、貿易収支とは、その名の通り、日本と外国とのもののやり取りです。ご存知の通り、現在世界では資源の価格が高騰しています。原油、天然ガス、石炭、小麦、トウモロコシ、大豆といったあらゆる資源が高騰しています。これらの資源を海外からの輸入に依存している日本は、この影響をもろに受け、1月に巨額な貿易赤字を計上しました。今後も資源価格の上昇は継続する見通しで、今年2022年は日本の貿易収支は軟調に推移することが予想されます。では、経常収支ともう一つの重要項目、第一次所得収支とは何でしょうか。第一次所得収支とは、日本企業の海外子会社が外国で稼いだ利益や日本人が海外投資から得た配当や利子収入を日本円に戻す金額です。実はこの第一次所得収支が今年2022年過去最高を記録する可能性があります。というのも、先週大きく円安が進行した局面において、日本の輸出企業などは大規模な円買いを実施していることが明らかになりました。世界最大の通貨先物取引所であるシカゴマーカンタイル取引所では、
先週円安が進行した局面において、日本の輸出企業や実需の金融筋など、実に約2000億円もの円買いを実施しています。ということは、日本の輸出企業のような実需筋は120円以上の円安水準は安いと考えており、積極的に円買いを行うスタンスであることがわかります。これらの日本企業はこの2年間コロナ禍で物が売れに売れ、海外子会社に潤沢な内部留保を積み立てています。これらの資金が円安局面では積極的に円転される。つまり第一次所得収支の黒字が積み上がる構造にあることがわかります。よって円安進行によって貿易赤字は増加しますが、代わりに第一次所得収支も増加しますので、2022年度通年を通して日本が経常赤字に転落するようなことはまずないでしょう。これだけドル円相場のファンダメンタルズにおいて日本の経常収支が注目される理由は、過去2011年から2015年にかけて日本の経常収支が悪化した際に大きく円安が進行したという背景があります。2011年から2015年の経常収支悪化局面では、当時75円から125円まで円安が進みました。ですが2022年ドル円はすでに125円の円安の水準に達しています。仮に今年通年の経常収支が2014年並みに悪化したとしても影響は限定的で、せいぜい130円あたりまでの円安押し上げ効果しかないと思われます。また今年2022年が2014年以上に経常収支が悪化するということは、これまでご説明した現状からしてまずないと思います。よって日本の経常収支を材料にドル円が130円、140円と円安進行するというシナリオは考えづらいです。ただし相場は複雑な要因が絡み合って動きます。もう一つドル円には重要なファンダメンタルズ、日米金利差というものがあります。日米金利差、そんなことは知っているよと思われる方もいるかもしれませんが、この日米金利差とは日米5年国債の金利差を見なければなりませんが、このことは意外と知られていません。次回の動画ではドル円のもう一つの重要なファンダメンタルズ、日米金利差についてお話ししていこうと思います。ぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。それでは今回の動画は以上になります。バイバイ。